社長、これはもう神原にやめてもらってもいいのでは？そうだな、松井くん。君の言う通りだ。松井係長はニヤニヤしながら俺の方を指さした。社長は真っ赤な顔でうなずき、俺の方に近寄ってきた。お前は用なしだから首だ。わかったか？そんな、社長、僕の話も聞いてください。社長は無情にも俺に首宣告してきた。まさか売り上げに貢献してきたのが俺だということを分かってくれないのだろうか。そちらがその気なら、こちらにも考えがある。俺の名前は神原剛。1年前に転職してこの会社にシステムエンジニアとして採用された。もともと大企業でシステムエンジニアをしていたのだが、どんどん仕事が降ってきて、ろくに休めない環境で体調を崩してしまったんだ。そこで今の会社に転職した。この会社は業務効率が悪く、余計な経費が多くかかっていることから、コスト削減のために業務をシステム化していきたいということだった。だが、会社にはシステムエンジニアがおらず、外部委託するにも費用がかなりかかるし、苦戦していた。そこで大企業での経験がある俺はすぐに採用されたのだ。休日や給与面での待遇もかなり良かったんだ。仕事はかなりやりがいがあった。システムを構築するには、そのシステムを使うことになる部署からヒアリングをして、何が必要なのか、どうやったら使いやすくなるかを考えなければならない。パソコンの前に座ってキーボードを叩いているだけがシステムエンジニアの仕事ではないのだ。自然と他の部署に出向いて話すことが多くなり、顔見知りも増えてくる。おいおい、神原。また仕事をサボっておしゃべりしてるのか？ちゃんと仕事しろよ。そんな俺にこんな言葉をかけてくるのは一人しかいない。それが一応俺の上司となる松井係長だった。松井係長はシステムエンジニアではなくシステムにも詳しくない。全く関係ない部署の人間なのだが、俺の席の隣の部署だというだけで、形上俺の上司となったんだ。この松井係長がくせ者で、エンジニアはパソコンで作業しているのが仕事だと思い込んでいるのだ。松井係長、前にもご説明したと思いますが、システムを使うのは人なので、いろいろな意見を聞く必要があるんです。ただ世間話をしているわけではありません。そうですよ、松井係長。神原がいろいろと要望を取り入れて、システムを作ってくれるおかげで、めちゃくちゃ仕事がしやすくなったんです。そう、俺を援護してくれたのは、営業の斉藤だった。斉藤は俺と同い年とあって話しやすいし、目の付けどころも良くて、システムを構築する際の参考になることを言ってくれることが多かった。それはどうだか。ちょっとやればシステムなんて俺たちにも簡単に作れると思うけどな。システムエンジニアって大げさな肩書きをつけてるだけだろ。絶対に作れるわけがないのに、こんな風に言われて悔しかった。そこまで言うなら自分で作ってみろ。と言いたかったが、ぐっとこらえたんだ。係長はあくまで俺の上司。しかも部下にはこんな態度でいるものの、目上の人には別人のような態度になるのだから立ちが悪い。特に社長には気に入られているようだから、あまり歯向かっているとこっちが痛い目に遭うかもしれなかった。俺はお前の上司だからな。ちゃんと仕事してなかったらそう報告するぞ。松井係長はそう言ってふらっとどこかに行ってしまった。係長こそたびたび席を外しては仕事をサボって休憩しているのを知っている。直属の部下がよく探し回っているのを近くで見ているからな。それでもお咎めがないのはうまく立ち回っているんだろう。俺はため息をつきながら自分の席に戻ってプログラムを組み始めた。そしてある日のこと。神原、この会社にあるようなシステム作ってくれよ。システムエンジニアなんだから楽勝だろ。係長が見せてきたのは、ある会社で使っている業務効率化システムだった。上からもこんなシステムがあると便利だって言われてさ、神原に作らせますってもう言っちゃったし、
よろしくな。係長は資料を俺の机にバサッと置いて去っていこうとした。俺が資料を確認してみると、とても俺一人では作れないような複雑なものだったんだ。係長、これはシステムエンジニアが僕一人の今の状況では無理です。もし作るとしてもかなりの時間がかかります。はあ、こんなのちゃっちゃと作ればいいんだよ。他にもいろいろな業務を請け負っているので不可能なんですよ。もしどうしてもとおっしゃるなら、システムエンジニアの数を増やしていただけませんか？今でも一人で手一杯なんです。笑わせんな。お前一人で十分だろ。営業みたいに取引先がいるわけでもないし、社内でちまちまパソコン触っているだけじゃねえか。係長の言葉に俺は絶句した。会社の業務効率が良くなるように、他の社員が仕事をしやすくなるようにと、俺なりに精一杯やってきたつもりだった。でも係長は俺の仕事のことを少しも理解していなかったらしい。係長にはそう見えるかもしれません。でも僕が作ったシステムで会社としての売り上げが伸びているのも事実です。実際この会社は余計な経費が多くかかっていたせいで、ここ数年は赤字になっていた。でも俺が構築したシステムで業務効率も上がり、経費削減もできていた。そして結果として売り上げが伸びているのは事実だった。このままいけば今期は赤字を免れるかもしれないというところまで来ていた。それが自分のおかげだって、生意気な口が聞けるのも今だけだぞ。係長はそう吐き捨ててどこかへ行ってしまった。すると後ろから誰かが俺の肩をポンと叩いたんだ。振り返ると斉藤をはじめ営業部の社員が俺のことを見ていた。神原、みんなは分かってるって、お前のおかげだってことはな。ありがとう。松井係長には理解されなくても、ちゃんと俺の仕事を見てくれている人がいる。それだけでモチベーションが上がったんだ。ただシステムエンジニアが俺一人という状況は何としても変えてもらわなければいけない。今はシステムのことは俺しかわからないから、不具合があった時に俺が全て対応しなければいけない。正直新しいシステムの開発やらその後のサポートやらで手一杯で、不具合があっても丁寧に対応できていないのが現状だ。俺は特に持病などもなく、今は健康そのものだから会社を欠勤することはほとんどないが、もし病気や怪我で会社を休むことになったらと思うとゾッとする。誰かに言われたわけでもないが、俺が休むとシステムに何かあった時に困るだろうと有給も取っていない。俺は松井係長以外に誰かこの状況を相談できる上の人はいないだろうかと悩んでいたんだ。そんなある日、神原、社長がお呼びだ。社長が？そうだ、早く行ってこい。松井係長のニヤニヤした顔からするに、俺にとってはあまり良くないことのような気がしていた。緊張しながら社長室に向かい、ドアをノックすると、入りたまえ、という声が中から聞こえた。失礼します。社長に何を言われるのだろうかと、俺はおずおずと社長室に入った。神原くん、最近の仕事はどうだね。君が作ったシステムは評判がいいと聞いているが。社長からそう言われ、俺は嬉しくなった。はい、そう言っていただけると光栄です。ですが、なんだ？何かあるのか？システムエンジニアの人員を増やしていただけると助かるのですが、私一人だけでは仕事をさばききれていないので、この機会を逃すものかと、俺は増員をお願いすることにした。評判がいいと褒めてくれたし、もしかしたら検討してくれるかも。そう期待を込めて言ってみたのだが、社長から返ってきた言葉は全く予想していないものだった。そうしてまた仕事をサボるつもりなのかね。松井係長から聞いたよ。君が仕事もろくにせず、いろいろな部署で油を売っているって。それなのにさらに人員を増やせだって。あまりふざけたことを言うのはやめてくれないか。それは誤解です。
システムを使うのは僕ではなくその部署の社員なのでヒアリングをしていたんです。おお、ヒアリングね。そういえば聞こえはいいかもしれないな。本当です。信じてください。社長が俺を見る目つきは明らかに疑うようなものだった。なんで社長がこんな、心当たりは一人しかいない。まさか松井係長がそうおっしゃっていたんですか？君は松井くんが作ってほしいと頼んだシステムも一人では無理だと断ったそうじゃないか。もし一人で作るなら相当な時間がかかると。それはその通りです。君には他の社員より高い給与を払っているんだぞ。そのことが分かっているのか？その分の仕事をしてくれないと君の処遇も考えなければならなくなるぞ。そんな。松井係長が社長にどのように吹き込んだのかはなんとなく想像できた。おそらく俺のことをろくに仕事していない給料泥棒とでも言ったのだろう。係長は部長や社長にはかなりうまく立ち回っているようだし、社長も係長のことを信じたのだろう。話はそれだけだ。俺は落ち込みながら社長室を後にした。社長にも誤解されてしまったなんて、とてもじゃないが、人員を増やしてもらうことは無理だろう。俺はこれからどうしようかと頭を抱えてしまった。それからというもの、俺は精神的にも肉体的にも辛い日々だった。相変わらず松井係長は俺の仕事を認めず、そんなにおしゃべりする暇があったらこれやっとけよとあろうことか自分の部署の雑用まで俺に押し付けてきたんだ。もちろん暇なわけがない。システム開発からシステムの改良、不具合への対応、他部署へのシステムの説明や勉強会、すべて一人でやっているのだ。ただ松井係長に逆らえばまた社長にいろいろと俺のことを吹き込むだろう。そうなれば今度こそ俺はクビになるかもしれない。そう思うと従うしかなかった。もちろん毎日のように残業になり体力も限界だった。社長によく思われていないことを考えると神経がすり減るような思いだった。それでも俺が仕事を辞めることなく頑張れたのは、営業の斉藤のように俺のシステムのおかげで仕事がしやすくなった、便利になったと喜んでくれる社員がいるからだ。前にいた大企業では仕事が分散化されていたし、大きなシステムをチームで作っていた。だからあまり他の部署の社員とは関わる機会もなかったんだ。でもこの会社では自分がシステムを作り、それが会社に貢献していると実感することができた。俺は諦めたくはなかったんだ。しかし現実はそうはいかなかった。いいね、システムエンジニアはパソコンで遊んでるだけでいいお給料もらってるんだから。おいみんな、神原がいくらもらってるか知ってるか？係長、やめてください。みんな悔しくないのか？汗水垂らして取引先に出向いて頭下げて仕事している自分たちより、涼しい顔して大した仕事もしてない神原の方がいい給料をもらってるんだぞ。斉藤のような若手社員は俺の仕事を理解してくれているようだが、年配の社員からは厳しい視線を感じた。もちろん俺だって営業の仕事も大変だし、すごいと思っている。でも俺もそれを支えるために仕事をしているのだ。なあ、給料泥棒だと思うよな。俺はいたたまれなくなったが、逃げ場もなく係長の嫌味を受けながら仕事をするしかなかった。いつか社長にも仕事を認められると信じて。それから少し経ったある日のこと。神原、またシステム使いやすくしてくれたんだな。この機能欲しかったんだよ。よかった。だいぶ疲れてるようだけど大丈夫か？目の下のクマがひどいぞ。どうしてもエラーが起きているところがわからなくてな。それを直してたんだよ。あまり無理するなよ。そんな話をしていた時、フロアに社長がやってきた。社長の横には
松井係長もいる。いやあ、みんな頑張ってくれてるみたいだな。実はな、現時点で今期は赤字が解消されて売り上げが黒字になったんだ。この調子で頑張ってくれ。本当ですか？よっしゃ。ああ、まだ油断はできないがな。売り上げを伸ばすとともにコストカットも頼むぞ。俺は社長の話をぼーっと聞いていた。あまり頭が働いていないのと、社長も俺のことは眼中にないようだからだ。すると係長がニヤニヤしながら俺の方を向き、コストカットといえば、働きに不相応な給与をもらっている社員が一人いますが、と言った。君は何度も進言してくれていたな。ええ、売り上げも黒字化していますし、もう必要ないかと。俺は二人の言葉に嫌な予感がした。そして、社長、これはもう神原に辞めてもらってもいいのでは？そうだな、松井君。君の言う通りだ。松井係長はニヤニヤしながら俺の方を指さした。社長は真っ赤な顔でうなずき、俺の方に近寄ってきた。お前は用なしだからクビだ。わかったか？そんな、社長、僕の話も聞いてください。社長は無情にも俺に首宣告してきた。お前のことは松井係長からよーく聞いている。これ以上言い訳は聞きたくない。そういうことだ。お前の作ったシステムがどうかは関係ない。あんなシステムがなくても売り上げは黒字になっていただろうからな。そんな、神原のシステムのおかげで。口を慎め、斉藤。社長がお決めになったことだぞ。俺のシステムは無駄だったと。ああ、お前に払った給料もな。俺はその言葉に全てがどうでもよくなってしまった。周りがシーンとなっている中、少しパソコンを整理して荷物をまとめた。お世話になりました。そうして俺は会社を去った。翌日、俺は今までの疲労を回復させるように眠っていた。すると松井係長から電話が。もちろん俺は電話に出なかった。何度も電話がかかってきたが、俺はすべて無視。30分くらい経って斉藤から電話があったので出た。神原、やってくれたな。係長は半泣きだぞ。社内も混乱して社長のところにお前の首を撤回するよう他の社員が押しかけてる。やはりな。実は会社を去る前に俺が構築したシステムはすべて停止したのだ。もちろん消去させたわけではないからシステムエンジニアがいれば簡単に復旧させられるが、今の社内の人間には無理だろう。困らせて悪かったな。いや、ほとんどの社員はお前に感謝しているし、社長と係長のせいだと思っているよ。とりあえず急いでエンジニアを募集するか、どこかから派遣してもらうしかないとは言っておいた。ありがとな。そうは言っても、すぐにシステムエンジニアが来てくれるわけでもなく、その日の社内はかなりの騒ぎだったようだ。そこで初めて俺の作ったシステムがどれだけ会社に貢献していたか、社長と係長は分かったようだった。二人からは謝罪の電話があったが、俺はもう会社には戻らなかった。結局、俺と同じくらいの仕事量ができるシステムエンジニアを派遣してもらって事なきを得たらしいが、俺の給料の倍以上を請求されて、システムに関するコストが跳ね上がったという。せっかく黒字化したのに、と社長も半泣き状態だそうだ。その後、俺は斉藤の紹介で新しい会社に転職した。実は斉藤の兄がシステムエンジニアで俺のことを相談してくれたのだった。やっと会社に恵まれたようで、今は適正な給与をもらいながら仲間と共により便利なシステムの構築に励んでいる。